模活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム CB 戦士1992年発売のキットガンファイヤージュニアを作っています。今回は塗装パートその1ガンブレイダーの分のパーツをペイントしていきます。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。素組みで組んだパーツはバラして前回までにミスタースーパークリア艶消しパレホのホワイトグレーで色分けする箇所に塗装の下地を作ってあります。細かな色分けも多く、素組みの際より見違える出来上がりになりました。その1のパートでは、ガンブレイダー本体のパーツを色分けペイントしていきます。1色目はモデルカラーのダークグレーを使いました。フェイス、腕部、スプレーバルカンに色分け箇所がありました。扱いやすい塗料で白のパーツへのペイントですが、下地が走行して一発で色が乗っていきました。使用しているファレホ塗料の中では濃い色味のグレーです。青です。ゲームカラーのマジックブルーという明るい青をチョイスしました。ボディの胸部に該当する部分、頭部のアンテナ、腕部、脚部、スプレーバルカンに色分け箇所がありました。青系塗料は隠蔽力は中程度からやや高め。青は黄色や赤より隠蔽力が高いことが多く、黒ほどではありません。ファレホは筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。BB 戦士から派生した新企画である CB 戦士シリーズの一体です。CB フレームと呼ばれるポリパーツ製の共通フレームをランナーロックで挟み込み、組み立てた頭と手足を取り付けるだけで本体が完成できるという簡易キット。簡易フレーム構造は後の G ジェネレーションシリーズに転用されました。パーツは2色の成形で数も多くはないですが、ディティールはしっかりと作られた造形の印象です。ガンファイヤージュニアは1992年発売の SD ガンダム CB 戦士ナンバー1として登場した CB 戦士シリーズ第1弾のキットです。モチーフは SD コマンド戦機2ガンダムフォースに登場するガンファイヤー、キャプテンアレックスで、ベース機体はガンダム NT1 アレックスです。シリーズ共通となる CB フレームやランナーロック方式を初めて採用した記念すべきキットでもあります。ガンファイヤーは全領域機動救助隊ファイヤーフォース隊長として活躍するレスキュー戦士です。スポットで胴体に緑です。モデルカラーのライトグリーンを使用しました。明るい緑の塗料です。一部胴体にゲームカラーのシルバーを使いました。普段は重装備のガンファイヤー形態で災害現場に出動し、必要に応じてアーマーをバージして軽装のガンブレーダー形態へ変身します。ファイヤーバイザーにモデルカラーのガンメタルを使用しました。濃い色味のシルバー、パレホの鋼のカラーです。そして塗装箇所も細かく多い金色です。ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドを使用しました。金色塗料の成分は光を反射して金属感を出すために、通常の色顔料ほど光を遮らず下地が透けやすくなります。普通の色より隠蔽力は控えめになることが多いです。ゴールドは黄色に近い色味なので、黄色系顔料の性質も影響します。その点、レトリビューターアーマーゴールドはベースシリーズなので顔料量が多く、一度塗りでもかなり色が乗ります。胴体パーツ、脚部、頭部のアンテナ、ファイヤーバイザーに。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ウォーハンマーカラーのベースは、細かいパーツでも色が乗りやすい、重ね塗りの回数を減らしやすいという点がメリットです。ここで赤です。ゲームカラーのブラッディレッドを使用しました。フェイス、腕部、胴体に鮮やかな赤カラー、適度な粘性で扱いやすい塗料でした。かなり塗装面積は細かく多いです。ムラにならないようにシタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料も使いながら色を入れていきました。白の成形カラーパーツにウォーハンマーカラーのコントラスト、アポシカリーホワイトを使って
水で溶いて薄めた状態で染め塗り。軽く墨入れのような感じで色をのせました。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。そしてフェイスにはマービー4ドローイングの 0.03mm マーカー、超極細ペンで墨入れをしました。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとパレホを併用、ウォール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。右左と脚部をジョイントしました。右左と腕部を取り付けました。右手にスプレーバルカンを持たせました。頭部にアンテナパーツを取り付けます。胴体に頭部を取り付けて、ファイヤーバイザーを後頭部にジョイントして完成です。フロントビューからリアビューがこちら。これまでの制作記録から、チービー戦士ナンバー3はキャプテンガンダムフリーダムファイターです。ガンダムフォースの隊長であるガンダムがキット化されました。小さいにもかかわらず、第4ファイターに変形が可能な構成でした。続いてナンバー5、スターガンダム GP01 です。スターウルフへの変形ギミックを備えたキット。SD コマンド戦機、スーパー G アームズに登場する主人公機をキット化したモデルです。人気の高いチービー戦士の名作キットです。ナンバー8はキャプテンフォーミュラー91でした。これも SD コマンド戦機、スーパー G アームズに登場するキャラクターでした。黄色の成形カラーパーツはファレホのブロンズで全塗装をしています。ということで今回は SD ガンダム CB 戦士ナンバー1ガンファイヤージュニア塗装のパートその1の今回はガンブレイダー本体のペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。